こんにちは。今回はガールズバンドくらい第4話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までお楽しみください。何も解決してない気がするんだがいいのか。まあ10代なんてこんなもんだよな。でもばあさんは何か悟ってる感あったな。ドラマーの深掘り会だったけど、問題は解決していないから引っ張るのかな。問題先延ばしにしてこっちはすっきりしねえぞ。ばあさん、孫の本音はもう気づいているんじゃないかな。ニナちゃんノリノリじゃねえか。スマホはブラインドでってないわ。なんで役者友達って言った？普通の友達にしとけよ。役者以外の友達なんて必要ないですよ。退路立ってバンドしてるもの、退路を立つか迷ってるもの、退路立たずにバンドできるもの、三者三様か。すいません、その子やべえやつなんですよ。なんなのこの子。みんなそう思ってんすよ。やっぱりこいつも狂ってるな。バンドマンは狂ってないとできないのか。まあ音楽と役者両方やってる人は多いだろう。前期の朝ドラの主役もそうだったな。主人公が良すぎる。やっぱニナちゃんかわいいやんけ。棒が癖になる。 JK スマホ打つの早すぎ。残念ながら高校に通ってないので JK ではないかも。予備校とかアクターズスクールでも学校は学校だし、女子高生ではなく女子高生かもしれない。結局なんでダイダスやめたのか教えてくれないのね。ニナが気分屋すぎる。スバル問題解決させるんじゃないんかい。人間らしい思いやりを身につけたくせに、それを発揮するタイミングが全く分かってないところがエセリニナなんだよ。ああいうライン帳に文字で会話する手法は思いつく限り、ゆるキャン一揆、宇宙よりも遠い場所あたり、2018年からの手法と記憶してるけど、それより以前にもあったのかな。てっきり BBA はスバルが役者に興味ないの知ってて、最後に共演できてよかった。これからはあなたの道を進みなさいで、丸く収まるエンドかと思った。結局どうなったの？解決してないな。あまり溜め込まないで、ぶちまけて重くなりすぎないとこはいいな。いい最終回だった。結局何も解決してないのでは。おばあちゃんもスバルの気持ちは言わずにとも分かってらだろう。このままこの件に関して特に触れずに終わったら、それはそれで面白い。人にはそれぞれ事情があるんだよ。花田先生面白いぞ。花田先生天才かよ。1話ごとに盛り上がりがあるのがいいね。ギスギスしてる割にノンストレスで見られる。今日バンド演奏シーンないのか。はよ残りの2人を好みの AV 化して勧誘してこいよ。キャスト見逃したけど、ばあさんマジでなんとかって女優なの。違う？吉野家のバイトの子はいつ加入するんだ。このアニメもしかして面白い？花田先生の脚本が面白くないわけないだろう。ドラムはごまかせないから演奏ができれば演技は二の次だ。これって声優なし、バンドの子が声やってるの。棒棚怒って仮面ライダーのシュラウドか。今週は刺激が足りなかったな。もっと暴れてくれないと。しかし1話1話の密度、作り込みが凄まじいわ。このアニメ、何か足りないと思ったら、赤毛と青毛と金髪キャラがいない。リアル思考なんだよ。まあ主人公は自分が定まらないで、ふわふわしてる思春期の象徴そのものなんだろう。あれ、解決してなくね。またババア出るのかな。ネタがなくなったらまたやるかもしれんが、このまま終わりな気がする。バンドと演技を両立すればいいんだよ。つまりステージ上で茶番をやる。それな。ドラム叩ける若い女子なんて相当貴重だろうし、バンドリの後でさらに演技もできる人材なんて転がってなかったんだろうな。かっちょり訓練したら半年ぐらいでなんとかなる。ロゼリアのドラムもそう。花田先生は頭おかしい女同士を絡めとけば面白いと思ってる節あるからな。花田先生はすごい人だと思っているけど、マジでそういうところはあると思う。この後コミックバンドに転身したらマジすごいのだが。いやなんかわからんけど面白いわこれ。今は新人でもうまいの当たり前だけど、
本業声優じゃなくバンドなんだろうな。またニーナが暴走して撮影現場ぶち壊す展開かと思った。今日はイカレクソ女具合がいつもより控えめだった。少しずつお互いの事情に踏み込んでいく感じかね。トゲトゲを感じつつそれを抑えたのはニナの成長の兆しかな。やはり面白い。主人公の無法っぷりがひどい。一応褒めてる。明らかにひどいことやってるので見せ方一つで印象がガラリと変わりそう。そんでスバルさんマジ被害者。最後のやりとり最高だったけどやっぱこの人このメンバーで苦労するよね。今後も。爆笑した。と思ったら最後いい話で締めるし、マジでくっそ良い脚本ですわ。やべえ女とめんどくせえ女と癖つり女の化学反応。スバルとおばあさんとの関係を描いて、スバルの葛藤と音楽で吐き出したいものがあることを見せつつ、ドタバタしながらもニナとの仲が深まるのをうまく見せてますね。桃香の過去についてはチラ見せで謎を残したままなので気になります。スバルがおばあ様に気持ちを打ち明けて、おばあ様もそれを理解して晴れてスバルは夢に向かってもといかないのがこの作品らしさか。ニナの面倒くささが周りをかき乱す。でも自分のことだけだったニナが他人の心に入ってきたのも成長というか信頼してるんだろうな。隠れスマホいじり、バレずにできない説。スバルがあれだけ自分を隠さず騒いでるので、ばあちゃんももういろいろ察してて言うの待ってる節すらあるんじゃないかな。ニナちゃんが見ててほんと面白い。書くもの持ってなかったからとはいえ、石文字で謝罪する発想がロック。警戒されてるの笑った。視聴者は神の視点で見てるから、何も解決してねえじゃんって思っちゃうけど、人生を左右する選択なんだから先送りにしちゃうのはしゃあないよね。役者さんの演技とか CG も慣れれば好きになってきました。面白いです。演技といい展開といい面白いところを狙ってるな。何にでも食いついてそれを見守る保護者2人。過去の自分、慣れなかった自分が見え隠れするのを苦笑いしながら、微笑ましくしながらという感じで、そういう孫を察しながら、何も言わずに微笑むという構図がまた甘い。今まで暗いって泣くよなくらいの感じでタイトル見てたけど、ガールズバンドよ叫べやな。今回はニナとスバルの関係が圧倒的に縮まっていて、今までとは違った面白さを発揮していてよかった。3人でアホみたいにメール打ち込んでるシーンは最高やった。スバルのおばあさんは相当厳しい人かと想像してましたが違いましたね。おばあさんの思いとスバルが女優やっている理由に少しほろりとさせられた良い話でした。今回はニナの面倒くささが功を奏したかもですね。3人の距離が縮まっていく様も良いです。もともと京都の人だからカラートが全部ギャグにしか思えないくらい京女強い爆笑。本線はスバルのお話だけど、それと同じ程度に天童のお話にもなっていて、京女の真髄をこんなアニメ笑いで見ることになるとは思ってなかった。桃カバンマス校長。今日は誰が小指を立てるかと思ったらここだった。脱退問題からの家族問題。それはあるあるな流れなんだけど、それを解消しにかかるニナという女がめんどくさいを超えて狂気。地元でおとなしくていじめられてたって言うけど、本性出したらそれはそれでハブられるって。ガールズバンドくらいの作画をどうするか、東映さんいろいろ考えたと思うが、4話で東映テイスト前回のアニメーションを見て、改めてこの選択は正しいと感じた。リアルに寄りすぎると面白くない。セルルックだと動きが平板になる。となると、この画風は最適解の一つかも。これで東映さん味を占めた。これすっげー面白いな。今期は何回忌辛い場所であがく女の子の話が多いけど、たった30分で答えは出しませんってのが本作のスタンスなんだよね。そして解決できない憂鬱や不満を登場人物たちが歌や楽器に込めるのがロックであるというのはすごいと思いました。そろそろベースとキーボード加入だろ。本心を告げたスバルが役者を辞めるのか。そんな予定調和をぶち壊す脚本が楽しい。バンド脱退を即撤回するスバルと、そんな彼女を散々焚きつけておきながら土壇場で邪魔をするニナ。青春はまだエチュード。アドリブで良いのだ。
最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。